こんにちは、副工房の小村です。今回はこのミシンカバーを作ってみました。最初にミシンを買った時にミシンカバーついてると思うんですが、それもだんだん破れてきたり紛失してしまったりっていうこともあると思うので、こういう作り方で、動画を見ていただいて好きな布で気分の上がるような好きな布で作ってもらえたらなと思います。カバーがあるとやっぱりこういうところにホコリがたまったりとか、糸調子を整えるこういう間にホコリがたまりやすいっていうのがあるので、こういうカバーで保護してやるとホコリがたまりにくくて長くミシンも使えるので、よかったら作ってみてもらいたいと思います。ちょっとかぶせてみます。割とゆとりもあってかぶせやすい大きさにしています。ロックミシンも同じように作ってるんですけど、ロックミシンはここの幅を狭くして作っています。その辺もぜひ見て、よかったら作ってもらえたらなと思います。それではミシンカバーを縫っていこうと思います。今回これはロックミシンカバーの、大きさになります。普通のミシンの大きさとロックミシンカバーの大きさ、この辺は同じで、ここで大きいか小さいかで変えていますので、寸法表を見ていただくと、地形でも書いて布自体に書いてしまってもいいですし、型紙を作っておくとこういう直角もきちんと出るかなと思うので、好きな作り方で作ってみてください。まずは、裾というか下の端を折っていきます。ここ縫い代3センチつけていて、1センチ折って2センチ折るアイロンをかけていきます。先に2センチと5センチで印をつけていきます。これで折ると2の線に下の端を合わせると1センチで折れます。次に折った線を下から5センチの位置に合わせて折ると2センチで平行に折ることができます。で前後とも同じようにして折っていきます。先に折っといてから中表にして、上端と両端を1センチで縫ってロックをかけます。中表で両端と上端を縫ってロックをかけてきたので、アイロンで倒していきます。ここ三つ折りする部分は生地が厚い場合は折り目1センチ上まで半分に縫い代を切ると薄く仕上がります。これで縫い代を肩倒しにしていきます。一応脇は後ろ側に倒します。そして上端は前側に倒します。そうするとここで互い違いになるので縫い代が硬くならなくて良いです。この縫い代の部分が互い違いになるので、ここが両方同じ方向だと厚くなるので互い違いにして、ここの上端をカクッとなっている部分をこの部分ピッと持ってマチのようなマチを取っていきます。でこの中心部分の
縫い目を合わせて、ここも1センチで縫って1センチで縫ってロックをしていきます。上のまちを縫います。上端のまち部分を縫ってロックをかけてきました。次にもう裾を三つ折りアイロンをしているので、これで折り目に沿ってこの折り端から1、2ミリのところをぐるっと一周縫ってきたら完成です。の裾を縫ってきて、これで完成です。ロックミシンのカバーもできました。こんな感じでかぶせるとこんな感じです。これ4本ロックでも、カバーロックミシンでも同じ大きさのものでちょうどいい大きさになってます。